はい、皆さんこんにちは。今日はですね、8月11日ということで、今ですね、野球ですね。今日はですね、野球のちょっと話になるんですけれども、今甲子園ですね、野球の高校生の野球の大会ですね、が甲子園球場というところでやってるんですけれども、そうですね、全国の都道府県の選ばれた地方の大会を勝ち抜いた高校が、そこでですね、甲子園という場所で戦うで一番を争うトーナメント形式の大会があるんですけれども、高校生の球児、高校球児にとってはですね、夢の舞台であるので、みんなすごい頑張って目指してそこにたどり着くように頑張ってるんですけれども、そんな中でですね、最近日本でね、話題になっているのは、広陵高校で高校の野球部で、いじめが発覚して、で、そのいじめが原因で、甲子園のですね、その2回戦、1回戦はもう終わった時に、2回戦を、その途中なんですけどね、大会の途中で、辞退したというニュースがありました。なんでこんなことになったかというと、きっかけは、その野球部内でいじめがあったそうなんですよね。いじめ。広陵高校の野球部はもうとにかく名門で、毎回とは言わず、かなりそうです、強い高校ですよね、野球の。名門なんですよ。で、なんでいじめが発覚したかというと、これは SNS ですね、X とかなどを通じて拡散されて問題になって、結局その高野連ですよね、を通じて、広陵高校が出場しないようになったと、もう辞退したということなんですけど、いじめの内容が、ですね、4人の2年生、高校生の1年生から3年生がいるんですけれども、4人の2年生が1人の1年生の部屋を個別に訪れて、胸を叩いたり、頬を叩いたり、胸ぐらを掴んだりですね、するなどの行為があったそうなんですけど、でもこれだけじゃなかったそうで、もともと事の発端は、その1年生ですよね。一番下級生の部員たちが、その寮内というのは、その高校生野球部が、一緒に生活をしてるんですけど、そこの寝泊まりしてる、生活する、施設ですよね。そこの寮の中で、カップラーメンを食べてたそうですね。すごい些細なことなんですけど、そしたら2年生に知られたり見られて、そこに正座させられて、10人以上に囲まれて、蹴られたり、顔も殴られたりしたそうです。で、あのそうですね、性的な強要もあったそうですね。自分の陰部をね、舐めろとかで、そういうような強要もあったそうで、それは、その、1年生とかの、この親ですよね。親の、告発だったり、X などのその SNS で投稿された、記録されたメモですよね。本人たちと関係あるものと思われるものとか、聞き取りされたノートによって、広まって分かったそうですね。いじめはこういう運動部だけじゃないんですけれども、ちょっと運動部とかね、こういう野球部にちょっと特徴的なものもあるんですよね。やっぱりそういう暴力的な行為というのは運動部が多くて、なんでそういったやっぱことがね、起こりやすいのかっていう背景としては、寮内とかね、先ほど言いましたけれど、練習時間がとにかく長いんですね。もう朝からで学校で授業をやって、その後もずっと部活やってるんですよ。やっぱこういった名門校だと練習時間も長いだろうし、休日もですね、ずっと一緒にいるんですよね。で、練習もしてるし、遠征もあるし、合宿もある。で、外部との接触が少ないんですよね。さっき、授業もあるって言ったんですけど、授業も結構ね、同じ人たちでやったりするんですよ。スポーツクラスだったりとか、するところもあるだろうし。
外部の接触が少ない。内部での情報は、なので外に漏れにくい。なので、問題が起こったとしても、内輪もめということで、それで処理されて、済まされてしまうんですよね。で、序列もあるんですよ。1年、2年、3年生といって、先輩と後輩というこの上下関係が日本には結構強くてあって、いい面はね、技術指導をね、直接教えられるのでいいし、規律ルールをね、ちゃんと上下関係を守ることによって、人間性のね、成長も、目的として、掲げられている。そういうところに役立ったりするとは思うんですけど、一方で権力の乱用につながって、そういったいじめの温床にもなっている。先輩の言うことはですね、絶対だし、そういった暗黙のルールが、なんていうんですかな、そういった暴力とかの不当な命令ですよね、とか行動が正当化されてしまうんですよね。あとはそういういじめとか何か問題が起こった時に同調圧力が働いちゃうっていうのもあるんですよ。一部の、そういう方針ルールとか雰囲気に従わないと協調性がないとかと見られて、で孤立したりですね、ターゲットにされちゃうんですよね。さらに暴力とかのそういうチームワークというちょっと綺麗事というかね、まあいい言い方はされてるけど、その元ではそういった雰囲気とかね、ルールに従わない人の排除ですよねが行われたり、空気感ですよ、雰囲気を守る、守らなきゃいけないんだっていうところも、そういったね、なんか一つ出っ張ったりね、何か一人違う行動をしてたりすると、それを守らなきゃという、そういう、なんていうんですかね、空気感を守ろうとする力も働いてしまうんだと思うんですよね。もうまさに隠蔽体質で、目撃しても口にすると裏切りと思われたり、空気を壊す行為として、見られてしまうと。本当に、そのためにね、SNS はもう本当最後の手段なので、これ唯一の手段になっているんですよね。でも、それじゃ良くないですよね。実際にその部活とかチームの中でいる時に問題は解決されないといけないと思うんですよ。指導者はね、これがいじめがあったりとか知らなかったということでは済まされないので、例えば海外の研究だと選手間の人間関係に積極的に指導者が関わることによっていじめとかハランスメントは発生を抑えられるそうです。でも逆にね、でも私は個人的に思うんですけれども、すごい関わって過干渉になったりとか関わりすぎてしまうことも良くないと思うんですよね。そうすると逆にセクハラの問題とかセクシュアルハラスメントですねの問題もあると思うんですよね。バランスが大事だと思います。日本のいじめに関してなんですけど、こういった隠蔽体質で陰湿ないじめって多くて、私も受けたことあります。正直言うと。大人もね、子供もあるんですよね。職場、大人の環境ではそうですね。子供では学校ですよね。本当表立たないし、運動部は物理的な攻撃なんですけど、が多いかもしれないんですけど、そうじゃないところは、精神的なね、ダメージを負わせることが多いんですよね。本当みんなが無視したりとか、一斉にですよね。で、なんかありもしない噂を流されて、すごい精神的にダメージを負わせたりとか、ずっとクラス内なんで同じ人たちで3年間とかね、何年間か過ごすわけなんで、そこで本当嘘かどうかわからないことが広まったりする。それともう一つね、あるのは確認しないんですよね。両者の意見を皆さん聞こうとしない。やっぱそれも同調圧力が働いてる、雰囲気を壊しちゃうんじゃないかとかっていうのを怖がったりとかする人が多いんで、だから確認しないんですよ、本人に。本当にこういうことしたのとかね。なのでどんどんね、陰湿になっていってしまうんだと思うんですよね。今はね、その会社のね、大人の方のいじめとかだと、退職を代行してくれるサービスとかもね、そういった会社も出てきて、自分じゃ上司にですね、辞めることを言えないので、代わりに誰かに代行して、辞めます、会社行けませんということで辞職するというサービスもあるそうですね。
はい。ちょっとね、今日軽く増えましたけども、広陵高校のいじめの問題の話でした。ちょっといじめの問題はですね、また今後やりたいと思いますので、また違う動画で会いましょう。はい、バイバイ。